ペットの代表格でもある犬や猫が人間との友情を築くというのはよく耳にします。またウサギやリスなどの小動物やゾウやライオン、ゴリラやチンパンジーなどの大きな動物でも人間との友情物語が存在します。しかし今回お伝えするのは動物ではなく昆虫であるハチと友情を育んだ女性の話です。ハチは毒針を持っているので駆除をしておかないと刺されると思われがちですが、巣を刺激しなければ基本的に人が刺されるということはありません。スズメバチ以外のハチは本来攻撃性は少なくおとなしい昆虫です。また草木の害虫である蝶やガの幼虫などを捕食したり、植物の受粉の手助けをするなど自然界のバランスを保つ上で重要な働きをしている昆虫です。ハチといってもたくさんの種類がありますが、女性が発見したハチはマルハナバチというミツバチに近い仲間で、花を生活の糧にして生活している社会性のハチです。そんなハチが人間と友情を育むことができるということは、ハチには感情があるのでしょうか。イギリス・スコットランドに住むフィオナ・プレリーさんはハチをペットにした女性として海外メディアで取り上げられました。ある日のこと、フィオナさんは自宅でガーデニングを楽しんでいました。すると土の上にハチがいるのが目に入りました。マルハナバチの女王のようですが、よく見ると羽がありませんでした。どうやって助ければいいのかしらとフィオナさんは考えました。そしてそこからハチと人間の友情物語がスタートすることとなるのです。フィオナさんは羽のないハチに砂糖水を与え、花の上にそっと置きました。自分で好きなところに移動できるようにとの配慮からです。しかし数時間後、ハチは花の上から動いていませんでした。この日はタイミングの悪いことに嵐がやってきそうな雲行きでした。フィオナさんはハチを家の中に連れて行き、暖かい場所で砂糖水を与えました。翌日も天候が悪かったため、そのまま家の中で見守ることにしました。それにしてもどうして羽がないのかしらとフィオナさんは不思議に思いました。そこでマルハナバチの保護活動を行う団体に連絡して相談してみることにしました。するとハチは羽の成長に問題を引き起こすことで知られるウイルスをもともと持っていること、飛ぶことのできないマルハナバチの女王が野生で生き残れるチャンスはわずかだということが分かりました。フィオナさんが保護したハチは羽がないこと以外は健康そうでした。そこで何とか生き残れるようにフィオナさんはそのハチにビーと名付けて専用の小さな庭を作ってあげることにしたのです。ビーが渡り歩けるように発泡スチロールの中に花々を植え、外敵が侵入しないようにネットをかけました。毎日ビーの様子を気にかけて、天気が悪い日は屋内へ庭を移動させました。そうこうするうちに予期せぬことが起こったのです。なんとフィオナさんが庭を訪れるとビーが出迎えてくれるようになったのです。それどころかフィオナさんの手に乗ったり顔にくっついたりとコミュニケーションを楽しむようになりました。マルハナバチは全体的に丸く、全身が毛で覆われていて、まるでモフモフしたぬいぐるみに似ていることから飛ぶぬいぐるみとも呼ばれています。この全身の毛は体温保持と同時に植物の花粉を効率よく付着させるのに役立つのです。さらに寒さに強く、北方系の昆虫で高緯度地方に多くの種が分布しています。そしてマルハナバチの平均寿命は18週間だそうです。フィオナさんの愛情を受けたビーは快適な小さな庭で約5ヶ月間暮らした後、フィオナさんの手の中でその生涯を閉じました。フィオナさんはビーとの友情について、ビーが死んだ時は悲しかった。でもビーのように小さな生き物と友情を育めるなんてとても特別なことだわ。ビーが私の作った庭で約5ヶ月も暮らしてくれたという事実に驚いているの、と語っています。さらに、ビーは私に直接触れているときはいつもチッチッというような音を立てていました。私の手の中で安心して水黒いしたり、飲んだり食べたり眠ったりしていました。私もビーも
一緒にいる時はとてもいい感じでリラックスしていました。ペットの犬や猫やハムスターと一種の友情のようなものを作り上げている人はいますよね。私の場合、それの相手が蜂だったんだと思います。と、これまでのことを思い出して語ってくれました。マルハナバチの本種は穏やかな性質で、刺されたとしても毒性は弱いようですが、それでも刺されるとかなり痛いようです。フィオナさんと B の場合にはそういったことはなく、円満に友情を育んだのでしょうか。B がフィオナさんは友達だからと認識して刺さなかったのだとしたら、それは蜂にも意識があり、感情があるということになります。事実2016年にマルハナバチには感情があるという研究結果が発表されています。人の感情を汲み取ることは容易ではありませんが、それが昆虫であればどうなのでしょうか。実はダーウィンの時代から昆虫に感情らしきものがあることは推察されていて、その難しさにもかかわらず、そうした状態を特定しようと研究が続けられているそうです。これまでの研究でミツバチが悲観的認知バイアスを持つことは知られていましたが、最新の知見によると、甘いご褒美によってミツバチ科のマルハナバチは意思決定に変化が現れ、喜びを表すポジティブな感情が生じることが判明したそうです。さらに研究によると、マルハナバチの知能は高く、道具を使いこなし、学習能力に優れ、認知能力も高いのだそうです。わずか数センチのマルハナバチの脳は小さいかもしれませんが、最新の研究によれば、マルハナバチの知能は相当なもので、複雑な問題に柔軟に対処できるのだとか。複雑な移動スキル、原始的な文化、感情を備えた驚くべき昆虫なのです。だとすると、フィオナさんに B が懐くというのも不思議ではないのかもしれませんね。蜂が人間と同じような感情があるということはないにしても、喜びを表す感情があるというのは驚きですね。B はフィオナさんが助けてくれたことを理解していたのかはわかりませんが、フィオナさんのもとで5ヶ月もの間生きたことは素晴らしいことです。小さな尊い命に向き合うことの大切さ。このように小さな蜂が人間に懐くこともあるのですね。なかなか昆虫と仲良くなるという経験はありませんが、小さいながらも懸命に生きるというのは私たち人間と変わりないようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。